Hello，皆様，こんにちは，KT です。哇，今天风好大哦。我们呢，好久没有拍呢，就是有关车子开箱的这个影片啦。之前呢，其实有介绍过我的 K 卡，然后没有介绍过阿明的车。然后其实他之前开的车呢，其实也是稍微有点小一点。然后最近呢，就是我们换了大一点的车啦，因为之后台湾的家人也要来。所以今天就是要来开箱他的这一台车啦。然后在开箱他的这一台车之前呢，我得说呢，其实呢，他一开始要换这一台车之前，其实说真的，我是真的有点半信半疑了。因为其实日本的这个车子的话，我个人是比较相信 Toyota 这个品牌。但是我之前冬天也常去滑雪，然后我发现我去到很多滑雪场。几乎滑雪场，我不敢说100%，但是几乎90% 以上，我每去到一个滑雪场就看到这一台车。然后今年呢，甚至因为今年大家也知道，今年2024，然后元旦那时候1月那时候，大家知道就是日本发生了大地震嘛。然后阿明就跟我说，目前这个车种算是非常人气非常高的。然后最近大概春天，我真的是每到路上，每开到路上，就常常看到这一台车子，真的可以说是到处。我感觉它这一台休旅车真的，我感觉它的市占率真的，我觉得我个人是觉得跟 Toyota 有得比，就到处都可以看到这台车子。所以到底是什么车呢？那我们现在就有请阿明的来开箱介绍他自己的车子哦。はい、よし。大家好、アーミンです。はい。こんにちは。今回は新しい技入社しましたのはこれですよね。そうですね。这次我们换的这个新车是三菱30的这个 デリカです。そうです。まあデリカ D5 ですね。D5。はい。なんで三菱これデリカですか？まあね、いろいろまあ KT とも相談した中でね、いろいろ悩んで、まあこの車に決めたんですけれども、デザインも可愛らしいですし、そうですね。ね、デザインもまあ可愛らしいですし、まあこの車は8人乗りなんですね。なので、まあたくさんの人も乗れます。雪が降るところで一体 SUV、だいたい SUV の方が少し安全でしょ。まあ SUV の方が少し。まあ運転もしやすいですよね。SUV 形というのは番車はさ、確かに今はこのデリカしかなさそうです。ここからお話しする内容は、まあ私個人の感想っていうような形になるんですけれども、一応他の、まあ、メーカーですね。他のメーカーもミニバンは製造しているんですが、まあ、その SUV の要素が入っているミニバンっていうのは、まあ、実はデリカぐらいしかなくてですね。で、特に最近、まあ、よく街中でも走ってるのを見かけるんですけれども、デリカの人気っていうのが非常に高くて、まあ、特に北海道は雪が多いので、まあ、みんな安全にね走るためにこの車種を選ぶ人が増えてるような気がします。で、確かに北海道といえばこのような雪降るところはさ、もう一つ強いのは確かに多分トヨタのランドクルーザーじゃない？まあトヨタのランドクルーザーはまあ世界的にね人気がある車種で、まあトヨタのまあフラッグシップっていうのかな。でもランドクルーザーもっと高いでしょ。まあランドクルーザーは非常に高価ですね。そうです。で、ランドクルーザーとか何か違います？まあ基本的にね、そのランドクルーザーとこの車を比べるのはちょっとまた別なんだけど、ジャンルがちょっと違うからね。ただまあこの車のいいところは人数がある程度、まあこれは8人乗りですよね。人数が乗れて、でまあそこそこ悪い道ね。例えば北海道は雪が急に降って道路状況も悪くなったりするので、そういった時にまあある程度安心してまあ運転できるタイプの車だっていうふうに私は思ってます。でまあデリカはですね、ここの最低地上高ですね、ここが非常に高いんですよね、他のミニバンと比べると。なので、まあ、冬雪が積もっているところを、まあ、ある程度走るっていうのでも、まあ、安心して走れるかと思います。これがまあ別のミニバンとかだとここがもっと低くなってるので、まあ、例えば冬雪が積もってその道路の除雪が間に合っていないところを走行したとしたら、まあ、車が引っかかってしまうんですよね、雪に。で場合によっては車が壊れたりとかっていうこともあるんですけれども、まあ、デリカはここの高さが割と高くね取られてるので、まあ、非常に安心できるのかなって思ってますよ。これは何？はい。
ロードクリアランスって読んでます。ああ、まあここはまあそうね。まあここはクリアランスだね。クリアランス、そうです。まあここの空間がね。和式英語。ああ、まあ和式英語。SUV 車種はだいたいこのような距離、クリアランスはだいたい少し高めでしょ。そうそう、まあ高いし、まあ全体的にね、ここが高いってことは全体的に車体も高くなるので、まあ運転してる時のまあアイポイントね、見てる高さも当然高くなるから、まあ上から見てた方がまあ疲れづらいとは言われてますね。例えば、冬はさ、北海道に旅行に来るのはさ、もし大人数はこのようなデリカは少しおすすめしますか？自分はこの車種が好きだからおすすめできるとは思います。先ほど話したように悪い道でも入っていけるので、まあアウトドアが好きな人とかそういう人にはとても向いてると思いますね。私たち今からもなんか台湾の家族は私たち遊びに来る予定。アーミンは少しそれを含めて少し考えて、だからこれデリカ以上選択しましたでしょ。まあそうですね。まあ実はですね、まあ、このデリカっていうのは、まあ、旧型って言われる前のモデルなんですよ。で今は新型のデリカも実は出てます。ただ自分の予算のことだったり、まあ、この形が好きなので自分はこのデリカに決めました。まあこのデリカはですね、エンジンが2種類ありまして、このタイプはガソリンのエンジンなんですね。まあグレードでいうと G プレミアムっていうグレードなんですけれども、この車はですね2007年式って実はちょっと古いんですよね。古いんですけどモデルチェンジをせずに、実は2019年2020年頃まではこの形で売ってました。非常に長いモデルなんです。でなのでまあデザインがまあそんなに古臭く見えないっていうのかな。だからまあ非常にねデザインは僕は好みなんです。まあサイズは全長が大体なんですけれども 4.7 メーター、幅がですね 1.8 メーター弱ですね。でまあ高さはちょっと今ルーフキャリアがついてるんですけれども、ルーフキャリアがない状態で 1.85 メーターぐらいですかね。なのでまあ結構大きくは見えるんですけれども、実際運転してみた感想としては非常に運転しやすいなっていうふうに思います。まあ大きすぎずね、小さすぎず。はい。いや、これは普通の日本のミニバンは大体こういうサイズでしょ。まあそうですね。まあこれよりも当然大きいミニバンもあるし、まあこれよりもね、ちょっと幅が狭かったり、まあサイズはそれぞれミニバンによって違うんですけれども、ただ、まあどちらかっていうとね、そこまで大きいってわけではないんですよね、この車。まあちょうどいいです。はい。この三菱デリカは大体中型くらい。ミニバンと大体中型？中型よりは大型なんだけど、大型とも言い切れないっていう感じかな。で、また少しつまらない話ではさ、はい。アーミンはとてもなんか中古車とかセカンドヘンド。まあでも日本人は大体中古車買う人も多いでしょ。まあね、いろいろ人それぞれ新車がいいっていう人もいれば中古車で十分っていう人もいるので、まあ一概には言えないんですけど、私の場合はまあ中古車で十分かなっていうふうに思いますね。今回また中古車でしょ。まあまあそうですね。中古車です。はい。まあただね、人によってはその中古車がね、まあ誰かが乗って次っていうわけだから、まあ嫌だっていう人もいるし、中古車も実は難しい部分があって、見えないところでね、何かトラブルだったり、まあ故障してる場合もあるので、まあ慎重にね、選んで買うっていうことも必要だとは思うんですけれども、まあただ私自身としては、まあ中古車でしか出会えない車っていうのも正直あるんですよね。なので、まあね、予算っていうのももちろん考えながら車を選ぶんですけれども、まあ、今回ね、たまたまいい車に出会えたんで、この中古車を選びました。多分少しもう一つの理由は新車よりはさ、だって新車よりは少し曖昧、日本は車検は2年だからさ、そういうような曖昧、いろんな車種はタッチできるのは、それを実は少し楽しみしてるでしょ。まあ、将来的に、まあ、例えばすごい高いね、新車が買える時が来たら、まあその時はね、
考えたいかなとも思うんですけれども、今はもう全然これで十分だと思います。今回のこのデリカは最後の中古車で言えます？自分の最後の中古車の選択まあそうですね。で言えます？今自分たちにとって、例えば必要なね状況ってあると思うんだけど、その前の乗っていた車は、非常に小さかったんですよね。で人数も乗れないので、やっぱりこれだけ人数が乗れて、そして荷物も積めて、で冬も安心して走れるミニバンだけど、その SUV の要素もあるっていうのは非常に気に入ってますよ。じゃあ途中はさ、もう一つは、多分私自分にとってはさ、一番はさ、第一のポイントだ。じゃあこのデリカはさ、車は大きいほどはさ、燃費は少し悪そうじゃない？燃費はどちらかというと悪いですね、この車。デリカの燃費は今この段階は、これガソリン車だけど、今大体どういう感じ？この車は例えば街乗りって言って信号が多いところね、街の中、市街地の中で走行してる時と、長距離を走った時で、当然燃費は変わるんですけど、その市街地走行で、だいたいリッター 6.5 キロから、リッター7キロぐらいです。長距離ですね。長距離を走った場合は、だいたいリッター12キロぐらいは走ります。だから長距離を走っていく限りではそこまでね、今のエコカーに比べたら燃費はもちろん悪いんですけれども、ただ正直前に乗っていた、小さいトヨタの車も燃費はそれほど良くなかったんですよね。街乗りでもリッター9キロとか、それぐらいだからちょっと差はあるんだけれども、車の大きさだったりエンジンの大きさを考えたら、まずまずなのかなっていうふうに思います。リッター12キロは大きいパン車としてはさ、一応悪くてもないじゃない？ただ正直の感じは、ただ正直ね、今の技術でいくと、もっともっと燃費のいいミニバンっていうのも実はありまして、ハイブリッドのミニバンとかね、トヨタハイブリッド、そうですね、燃費はもっといいんですよね。このサイズにしては自分はいいのかなっていうふうには思いますね。三菱はハイブリッド、これハイブリッドじゃないからね。そうですね。だけどデリカ一つのメリットとしては一応 SUV 仕様がありますから。SUV 仕様があるというよりは、もともとその SUV をベースにしてそこから作られたミニバンっていうことになります。この車はグレードによって違うんですけれども、ロックフォードっていうオーディオですね。ロックフォードっていうメーカーのオーディオが標準装備されているので、音楽も非常にこれいいオーディオ、これは割といいオーディオですね。あとはここですね。このシフトレバーの横にこのダイヤルがついてまして、2WD と 4W これ交換できるで、そうですね。だから 2WD の場合はFF ですね。前輪駆動です。前だけしか動かなくて、4WD はその通りですね。冬は 4WD、そうです。そしてここにロックってありますよね。でこのロックに回すともっと強力な 4WD ですね。なので例えば雪が深いところとか、ちょっと道路状況が悪い時には、ロックにして、慎重に運転するっていうような形になります。夏は 2WD くらいはいいんじゃない？そうですね。ただ運転してみて気づいたのが、人数だったり荷物が多い時ですね。人数や荷物が多い時はこの 4WD で走った方が、安定性は高いですね。で一応メーカーは三菱のメーカーはですね、4WD に入れた状態でも大丈夫だよというふうには言ってますね。で 2WD の方が燃費少し良さそうでしょ？それはね、実際運転してみた感覚で言うとあんまり変わらないんですよね。そうですか。あんまり変わらないです。あんまり変わらないじゃずっと 4WD でいいでしょ？いいんだけれども、ただ例えば狭い道をですね、スピードも20キロ以下とかで走って、駐車場の中を例えば走ったりとかですね、そういう時にはこの 2WD の方がスムーズに走れるなっていう感じはします。でこのインパネのグローブボックスのところにですね、こういうスペースがあって、これはね、いろいろなメーカーでもあるかもしれませんが、ここにダイヤルがついていてですね、で
夏だったらエアコンの風がここから出て、冬だったらここからヒーターの風が出るようになってるので、夏はちょっと簡易的な冷蔵庫みたいな形になって、冬は温かいものを、冷めないようにですねする保温庫みたいな形になります。この保温と放冷両方できる？それはヒーターの温度設定によって変わるから、看我们突然换那么大的休旅车，其实我自己也有点不习惯。但是以后就是反正有家人啊朋友来找我们玩的话，我们就可以载很多人。前面2个，然后这边比如说这边こっちは2人。いや8人乗る場合はそこに3人乗ります。こっちは3人。そうですね。それを上げてこっちは3人。3人で3人で後ろも3人です、3人。はい。そんなに座れます？座れる。一応定員は8人です。でももし荷物あるなら、例えば荷物多いなら人数は多分もう少し減る。少し減るかもしれない。荷物の量によりますね。そうです。8个人我是觉得有点太多了。比如说坐5、6个人之类，然后你这里再放一些，后面再放一些行李之类。然后这边呢，这边还有一个勾勾，这边可以放东西，这可以放到4kg 耶。哦，然后这边后面这边呢，これはなんか音声でしょ？それはオーディオのスピーカーですね。オーディオのスピーカー。看到这边、这边后座两边这边都还有这么大的一个那个喇叭，然后这边下面也都可以放饮料，然后上面好像也很多按钮。これエアコンとかいろいろあるでしょ？ちょっと待って、全然話違うでしょこれ。これはモニターです。これはモニターですね。モニター。はい。これ DVD とか見る？そう、これは後ろの人も DVD 見ることができます。いろいろね、いろいろなメーカーでミニバンっていうのは作られてるんですけれども、デリカの場合は、ここをこういうふうに立ち上げて、こちらもこういうふうに立ち上げることができるので、何か物を置いたりね、そういうこともできます。で、サードシートに乗り込む時には、レバーをこう上げて、ミニバンは大体こういう感じじゃない？こういう感じですね。で、この後ろに乗ります。で、後ろのシートも一応スライドできますね。はい。で、ここにレバーが座席の下にあって、このようにスライドすることができると。ですので、こういうふうにね、最後まで行けば足元が非常に広いです。ただこうするとちょっと荷物がね、後ろのラケッジスペースがちょっと減ってしまうので、荷物の量によって、シートを少し調整してね。だから長距離をね、例えばドライブして移動するときにサードシートの人って非常に疲れやすかったりすることが多いんですけど、この車は、足元もこれだけ広かったら、それほどね疲れづらいんじゃないかなっていうふうに思います。サードシートはここの横のレバーで倒して。OK， 那这就是我们这一次开箱，我们这一次换的这一个米兹必须这一台休旅车的影片啦。然后大家看我们频道到现在呢，大家应该也知道，就是我们有出一个有关日本自驾，然后还有北海道啊自驾雪驾的一个这个线上课程。然后呢，是以阿明呢他来主讲，然后由我来翻译。然后希望呢，接下来有这个计划呢，不管你是要来日本自驾，或是北海道自驾，或是要来这边长期开车的人呢，都希望大家呢可以来参考呢，跟学习一下我们这个线上的这个自驾课程。前はね、小さい車でレッスンをこう行ってたんですけれども、今度はね、新しい相棒でレッスンをアップデートしていく予定でいますので、皆さん楽しみにねしておいていただけたらなっていうふうに思います。ね、そして先日の動画、余市に行った時の動画の時も、実はこの車で余市まで行ったんですけれども、非常にね安心して移動することができました。那我们最近呢，其实也更新了我们自驾线上课程的这个免费公开课。今回ですね、新しいフリーレッスンを、私たちで作成したんですけれども、ぜひ皆さんね見ていただけたらなっていうふうに思います。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。那我们就下个影片见喽，拜拜。バイバイ。新しい相棒でまたドライブ行きます。デリカ。はい。デリカ D5 ね。D5 言わなくてもいいよね。いや、デリカ D5 です。デリカ。はい。最後一言。何？
アーミンありがとうございます。いいえ。この車で私たちはこうよね。こう買ってくれてありがとうございます。買ってくれてじゃなくていい。ね、買ってくれてじゃいや、それやめて、それ。それちょっと違う。それいらない。いらない。はい、じゃあありがとう言いたいしよ、音に。いや、別にいいです。谢谢老公。